はい、おはようございます。昨日の夜から筑前南の里という道の駅で仮眠をとっておりました。今日もすごいいい天気ですね。この道の駅では農家レストランや直売所も併設されているので、地元の野菜やお弁当や惣菜を食べたり買ったりすることができるそうですが、残念なことに営業時間は11時からのようです。待ってたら次の場所に進めなくなってしまいますので、僕たちはスーパーで買ってきた材料で朝食を済ませて出発したいと思います。いや、さすが福岡ですね。韓国も近いということで、韓国ナンバーの車で来られて仮眠をされている方もいらっしゃいました。道の駅筑前南の里でした。いい道の駅でしたね。キャンパー、車中泊の人たくさんいますけど、なかなかトイレも綺麗やし、で自然の中でめっちゃいい道の駅でございました。それでは出発しましょうか。はい。なんか手振ってくれる。誰やろ嫉妬した。いや、ちっちゃい子やったから。ふみちゃんと仕事ね。そう。2km 道なりです。はい、これより山道に入っていきます。どうもね、このエンジンは高回転が燃費が悪いみたいやな。なんか走っとってそう思うな。2000回転以上回すとこ常に良くようや感じがする。だからあんまり回さんようにして走った方がそうかもしれない。はい、福岡県といえば都会的なイメージが強いかもしれませんが、車は山の中に入ってきました。次に向かうのはですね、福岡県と佐賀県の境に位置する瀬振山。福岡市内から車で約1時間ほどでアクセスできる身近なパワースポットです。瀬振山は標高が1055メーター、福岡県で2番目に高い山です。山頂付近には福岡市内では見られないような独特の植生が広がっています。季節によっては新緑が眩しかったり紅葉が美しかったりと、1年を通して様々な表情を見せてくれるそうです。はい、無事に瀬振山駐車場に到着しました。ここからはいよいよね、自分の足で山頂を目指します。といってもね、本格的な登山というよりは比較的整備された道を歩いていけるので、初心者の方でも安心して登れる山です。自分手に留めとかな、暑いやつはい、山頂駐車場に到着です。瀬振山は古くから修験道の山として信仰を集めてきた歴史があります。縁の行者が開いたと伝えられる由緒ある神社で、厄除や病気併誘のご利益があると言われています。山頂にたどり着いたらぜひ参拝して神聖な空気を感じてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、もうすぐのようですね。山頂からはね、福岡の街が一望できるそうです。はい、この神社の鳥居をくぐればもう山頂ですね。瀬振山の山頂には三等三角点が設置されています。三等三角点というのは正確な地図を作るために国土地理院が設けた測量の基準となる点のことで、全国の山や高台に設置されています。
1棟から4棟までの等級があって、瀬振山の三等三角点は山頂のすぐ近くにありますんで、山頂に着いたらぜひ探してみてくださいね。夜空の下、ここにいること、それだ三お三角点ですか。はい、三角点タッチ。瀬振山、この360度の展望素晴らしいですね。風に乗ってみんなで登る山の旅、てっぺんつけ。はい、というわけでやってきたのはそう佐賀県です。佐賀県といえばどんなイメージがありますか？インターネットの人気度ランキングでは残念ながら全国47位、つまり最下位という不名誉な結果になってしまったんですね。見どころのない佐賀県なんて声もね聞こえてきたりするんですが、でもねそんなことなかったりするんですよ。佐賀県には知られざる魅力、そして全国に誇るべき場所がたくさんあります。例えば美味しいお米や有明海の豊かな恵み、そして日本有数の温泉地武雄温泉や嬉野温泉も佐賀県なんですね。そして今日僕たちがやってきたのはそうここ吉野ヶ里遺跡です。吉野ヶ里遺跡には弥生時代の集落跡としては日本最大級、国の特別史跡にも指定されている歴史的にとっても重要な場所なんです。約2500年前から3世紀後半にかけて栄えたと言われていて、広大な敷地内には当時の住居や高床式倉庫、物見櫓などが忠実に復元されています。まるでタイムスリップしたかのような気分になれるロマンあふれる場所なんですね。特に重要なのは北内郭と呼ばれる堀と土塁で厳重に守られたエリアです。ここからは弥生時代に大規模な国家が形成されていた可能性を示す非常に重要な発見がありました。実際にここを訪れると当時の人々の共同生活や外敵から身を守るための工夫など教科書だけでは学べない生きた歴史を感じることができます。さあそしたら佐賀県が誇る歴史とロマンの聖地吉野ヶ里遺跡の入場門に到着しました。ここからいよいよ太古の弥生の世界へと足を踏み入れていきます。どんな発見や感動が待っているのか楽しみですね。はい、先に見えてきた囲いのある部分ですね。これが北内郭に次いで重要部分とされている南内郭というところになります。 Soft grass scents are drifting by, sleeping stories beneath our feet, the past and present gently meet. A shadow falls from a raised old hall, and I swear I hear a distant call. A shadow falls from a raised old hall, and I swear I hear a distant call. はい、南内郭の中にやってきました。この吉野ヶ里遺跡、当時の建物を正確に再現してるっていう話だったんですが、これすごく違和感を感じるんですね、僕はね。まず驚いたのはこの建物の見事な出来栄えですよね。あまりにもまっすぐにカットされた柱や板、精密に組まれた構造を見ると思わずこれほんまに弥生時代の技術なんて思いません？歴史そのものよりもね、当時のこの製材技術すごく興味が湧いてきました。正確に再現したっていうんですけど、当時の技術で一体どこまでの製材が可能だったのか、そしてこの精密な建物を復元するエビデンスっていうのはどこにあるんでしょうかね。文献や出土品は一体どのようなものだったのか気になって調べてみました。するとそれらはですね、弥生時代に大陸から伝わってきた鉄斧の存在、そして数々の遺跡から見つかった加工痕のある材木や道具そのものでした。まず鉄斧の伝来は画期的な出来事で、それまでの石斧に比べて格段に硬くて切れ味も鋭い鉄斧は丸太の伐採や加工の効率を飛躍的に高めました。弥生時代の人々はこの鉄斧を巧みに使いこなし、丸太をくさびで割って丁名で表面を削ったりして、ある程度平らな板や四角に近い材木を作り出していました。
完全に現代のような機械で製材されたような角材ではありませんが、建材として十分に使えるレベルに加工されていたそうです。また建物を組む技術も発達していました。吉野ヶ里遺跡をはじめ他の弥生時代の低湿地遺跡などからは、柱や梁の結合するために材木に穴を開けるほぞ穴や材木の一部を削って重ね合わせる相垣といった木組みの痕跡が確認された材木が多く出土しています。縄文時代の縄で縛る方式から大きく進歩し、より強固で安定した建物を建てることを可能にしました。そしてこの復元されている建物の高さや屋根の形状の根拠なんですけども、さらに建物の高さや屋根の勾配構造については、主に発掘調査で検出された柱穴の深さや配置が重要な手がかりとなっています。深い柱穴はそれだけ高く重い建物を支えていた可能性を示しています。そして弥生時代の土器に書かれた絵画土器も見逃せません。そこには高床式の倉庫や重層の楼閣のような建物、あるいは高い柱を持つ物見櫓なども描かれており、当時の人々がイメージしていた建物の姿や実際に存在したであろう高さの建物の概念を裏付けています。南内閣の建物もこれらの絵画土器に描かれた姿を参考に、ある程度の高さや形状が復元されているのです。つまり吉野ヶ里遺跡の建物は発掘調査で得られた物理的な証拠に加え、当時の鉄器による加工技術の進歩、そして絵画の資料や他の遺跡の知見、さらには建築学的な考慮を総合的に組み合わせることで、最も可能性の高い姿として再現されているということなんですね。だったら機械で削ったまっすぐに加工された板をそのまま使うのではなくて、現代の技術をもって当時の加工技術レベルを再現してほしかったですね。はい、北内郭の方にやってきました。ここは吉野ヶ里遺跡の中央部に位置する北内郭。その内部にある主祭殿は厳重な防御施設に囲まれていること、一般居住区とは明確に区別されていることから、当時の政治的な中心であると同時に重要な祭祀が行われる場所であったと推測されています。主祭殿内部の床面などから祭祀に用いられたと考えられる施設、例えば祭壇のようなものの痕跡が検出されることもありました。吉野ヶ里遺跡は魏志倭人伝に記述された邪馬台国や国の様子を彷彿とさせることから、同書に記された当時の倭人の生活や風俗、特に祈祷と呼ばれる呪術的宗教的な行為に関する記述が祭事の再現の重要な手がかりとなっているそうです。なるほどね、そういうものが残ってるわけですよね。まあそういうのがないとね、再現できないでしょうからね。そこで神のお告げを聞くことにしました。はい、次は体験ということでね、勾玉作りに挑戦してみました。さあできるかなじゃあ石をどれか1個ご自分でチョイスして取ってください。これで。はい、それでいいですね。はい。じゃあこちらへどうぞ。これが紐を通したら上になります。そこからここにも書いてありますのでね。はい。じゃあチャレンジで頑張ってください。であれやろ、武田君の前方後円墳に入れたってんやろ。そうそう。削るとこを少なくしたろうと思ったよ。そらそうや。そらそうじゃない。こんな感じ？ろう石みたいな柔らかいやつやねんな。やばい。後に片面だけで大きく
どういうことですか？これ削れすぎてない？大丈夫？削れすぎるかもな。ブーン。まできました。旅の途中にやってきたのは私の店マックスバリューコインランドリー。ちょっとね服がなくなってきたんで今から洗濯ではい洗濯を済ませてスーパーで買い物をしてやってきたのは道の駅白石。そしてここの道の駅も営業時間は9時から18時ということで到着した時にはもうすでに閉まっちゃっていました。これ結構難しいな。これへこむかもしれない。そうやな。あんまりガーンってできる。あ、なりました。もうこれじゃしばらくだそしたらチャンス。これねたたきね九州しかないんよねなかなかね。胸肉のたたき鶏ですね。それから鶏のもも肉のたたき、これはもう九州限定ということで今回買ってきました。そして鶏の皮、それから鶏の炭焼きね。これもあんまりねないよね。これはないことはないけどあんまりないんよね。スーパーでね売ってないよね。売ってないね。でこっちは売ってるんで買ってきました。からブロッコリーはこの前の残りね。で、ビールはオリオンで、今日は鶏三昧ということでいただきたいと思います。まずはじゃあ乾杯からいきます。はい。じゃあ乾杯。美味しい。美味しいですね。よし。じゃあいただこう。いただきましょまずはブロッコリー。まずはブロッコリーからですか。味が旬でるね。味が旬でる。鶏もいってみたいと思います。これは玉ねぎを添えて、お店でしかね食べないからたたきとか。そうよな。もうこれニンニクつけなあかんね。ニンニクいるね。鶏もこの皮もいってみましょう。これは鶏らしいね。ひね皮やね。からこれが炭焼き。うまい。炭焼きうま。なんか皮とかでも、家の近所やったら生の皮、とか売ってるけど、焼いた状態ではないね。そのままいけるやつだもんね。ここ置いて大丈夫？今日のデザートは両友パン。これ九州の会社ですよね。これを作られたのは佐賀県唐津工場ということです。日向夏のどら焼きの皮に包んだみたいなやつ。
名前はいまいち分からへん。プチサンド。プチサンドっていうやつです。今日のデザートこれいただきます。そしてコーヒーはこの前いただいたこのティーバッグタイプのコーヒー、これでもう最後かな。いただいております。うめえ。はい。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。